神田方面から歩いて東京駅に向かってます。昔山下清という偉い人が線路沿いに歩けばいいって言ったので、あとチャンネル登録をお願いします。運営には皆様の力が必要なんです。場所については概要欄にマップリンクを貼っていますので参照してください。在来線やら新幹線やらたくさん通っているから線路下も広いですね。これ国道1号線なんだ。こんなところに。関東住まいでも東京駅って乗り換えが基本だからあまり地上部分は見ることがありませだいたい地下道に入ってしまうからね。見えてきました。この古い姿のまま保存することを決めた人たちは先見の明がありましたね。横浜駅とかも無限工事のついでに外観を明治期イメージにすればいいのに。こうやってまじまじと眺めるのは初めてだったりする。周辺は丸の内の高層ビル群です。外観を見てから東京駅に残る2つの首相遭難現場へ行きたいと思います。原敬首相が1921年に、浜口洋幸首相が1930年に襲われています。どこだったかな。ふと歩くとそこにあるもので、いざ探すとなるとなかなか見つからないもの。ハルビン出身の中国人女性に、伊藤博文遭難現場行ったことあるって聞いても誰それという返事。同様に原敬首相、浜口洋幸首相といってもほとんどの日本人は知らないでしょう。教科書には出てくるけどね。
うかな。ここじゃないようだ。だいぶ改装してますね。すごいね。他の丸の内側の入り口を片っ端から探しました。南口です。あった。これか、これだな。合掌。人型のチョーク線でもよかったのに。次の浜口首相は校内かな。面倒だからもういいや。ここで尺も足りないので外に出てカメラの撮影方式のモーションラプス、ハイパーラプスを試してみますね。見た感じ、こちらも動きながら撮るハイパーラプスの方は見ていて酔いますね。定点撮影のモーションラプスの方は固定撮影が面倒でした。さて、雨が降ってきました。皇居で江戸城跡を撮影する予定でしたが、カメラが防水じゃないので今度にします。向こうが皇居です。雨雲レーダー見ると神奈川の方はまだ降っていないのでハイパーラプスで移動しますよ。では本日はここまで。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録といいねをお願いします。